谷中ラジオ。こんにちは。谷中の西原です。今日からこのラジオの中で谷中の街のことをいろいろとお話ししていきたいと思います。今日はですね、今私たちは、東京芸術大学の食堂にいて、谷中のことに長年携わってくれているですね、地域プランナーの椎原明子さんからお話を聞いてみたいと思います。じゃあ椎原さん、今日はどこをどう歩いていきますか？今日は、江戸時代から、現在までみんないろんなことを俺があったりそうではなかったりしながら作ってきた土地なんですけれども、その痕跡をたどれるように歩いていきたいと思います。でちょうどですね、谷中といっても広くて丘の上の江戸時代に寺町になったところから、坂の下の元は田んぼだったところが明治になってからたくさんお家が建って、商店街とかできていったところから、性格は様々なんです。で今日ご案内するのは、谷中の尾根道ですね。谷中って、なんとなく下町歩きのなんかメッカみたいに言われてますけれども、実際には台地の上にあって、上野公園の丘と谷中は地続きの半島みたいになって、武蔵野台地の一番北側の端っこで、関東平野に向かってぴょっと飛び出してる岬みたいな感じなんですね。でその尾根下から上がってくる道に屏風坂通りっていうのがあって、それが今の芸大の前を通ってるんですけど、昭和の初めに補助92号線という都市計画道路になって、幅20メーターとかに拡幅される路線になってたんです。でそれは江戸時代やそれ以前のね、中世の神社がある頃にもあった道だと思いますし、自然に一番高いところが水かぶらないので、必ず尾根には水ができることが多いんですけど、その由緒ある道なので、その周りにも歴史的な建物とかお寺とか大きな木とかいっぱい残ってるんですね。でもそれが幅20メーターの道路ができると全部なくなっちゃうような街並みだったんです。でも都市計画道路って昭和の初めに引かれて、日本を近代化しようという勢いで震災後にいろいろそうした計画が立ったんですけど、実際都心はもう建て込んでいたので、そうそう広げられずに、平成に至るまでその、計画線はあるけどそのままで、計画線があると建て替えも3階建てまでとか制約があるので、街並みも逆にそうそう変わらないまま来たと。個人個人の家の建て替えはあったけれども、大きな丸ごとブロック単位でビルになっちゃうっていうようなことは谷中はなかった。でお寺さんがすぐ後ろにあったんで、お寺さんも江戸時代からそう動かないので、やっぱり今のところお寺がマンションになるっていうことも谷中ではなかった。それいろいろな事情が重なって、江戸明治、中世です。古代中世江戸明治大正昭和平成令和って重なってるっていうのがよくわかる道を今日はご案内していきたいと思います。でもそれもたまたまみんな偶然のようですけど、実は偶然じゃないっていうことを歩きながらご説明していくと面白いかもしれませんね。そのお寺とか都市計画道路以外にもいろんな事情があるっていうのが見えてくる。そうなんです。大体町っていうのはスケールが大きすぎて、普通の人はそこに生まれ育ったからとか、もともとこうだったからとか、時代の流れだからって大体しょうがないっていう言葉がよく聞かれるんですよ。変わっちゃったけどしょうがないとか、いや古いままだけどしょうがないとか、なんかもう自分の力では及ばないものっていう諦めの中で、与えられた環境の中で、できるだけよりマシなことをしようかっていうのが普通といえば普通でいらっしゃるかもしれないんですけど、でも環境というものも人が選んでそこに町を作って、選んでそこに住んでお寺を建てて、みんな一人一人の意思の決断の塊が今
至っているので、決してなんとなくできたわけではない。でそれをじゃあ自分がこうしたいなと思ったら、そうなるように働きかければ、どうなるかっていうのを今日は見てまいりたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあこの大浦食堂から出発してもいいんですよ。はい、しましょうか。ゴミ捨てた方がよくないですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。大浦食堂も私たちが学生の頃は、僕が大きなお堂みたいなね、格天井の窓がいっぱいある建物でした。あれが昭和12年ぐらい、そう木造の、やっぱ食堂としてっていうよりはちょっとそれもう一回調べなきゃいけないんですけど、行動的な人が集まる場所として作られてたんですね。でそれがその後学食になったんですけれども、平成8年にこの美術館と芸大美術館をオープンするんですが、それを建てるにあたり解体をされて、平成8年ぐらいから解体の話があって、平成12年11年ぐらいに出来上がったのかな。でなのでここもたくさんの人が集う場所っていう記憶を、1階にはもう一度食堂を、六角先生がここは設計ですけど作ってくださって、この緑のこの森も偶然木が生えてるわけじゃなくて、生えてたものを残すように努力してきて残ってるんですけど、その森を眺めながらお昼食べたり談義をしたりっていう、機能としてのその集まったり緑と対話したりする空間は残されたのかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあ、森に出ていきましょう。森に。森に。では